皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍のロシア領内での空軍基地に対する攻撃が大成功を収め、損害額が凄まじいことになっているという話題について続報を取り上げていきます。前回の動画において、ウクライナ軍ドローンを搭載したコンテナがロシア領内で活動し、ロシア空軍基地を同時多発攻撃したということについて取り上げました。昨日の動画でおおよその部分については説明が終わっているので、今回はちょっと省略しつつ、続報を交えて解説を行っていきます。まずは前回の振り返り、ウクライナ軍が攻撃したロシア領内の空軍基地、4つの場所がこちら。なお、もう1箇所攻撃していたところもあると続報が入りましたが、残念ながらそちらでは大きな戦果は上げられませんでした。そのため前回同様この4箇所についての話を進めていきます。攻撃の対象となったのは主には戦略爆撃機をはじめとした大型の機体です。これら大型の機体は年間の生産数はほとんどなく、ソ連時代に作られたものを近代化改修して使っているものも多数あります。それら戦略爆撃機についてウクライナ軍の小型ドローンが襲撃。攻撃に用いられたドローンは合わせて117機。そして攻撃が成功したとされる数についてはウクライナ側は41機の軍用機に対する攻撃が成功したとしています。現在はこの数については過剰報告ではないかと言われていますが、攻撃した数であって撃破した数とは言ってはいません。実際に撃破した数については衛星写真を用いた確認作業がインターネットを中心にして行われています。こちらの衛星写真には破壊されたなというのが確認されたものがそれぞれの映像証拠などからポイントを合わせて貼り付けてあります。このような手法で現在のところ完全にこれは破壊されたなと確認されているのが爆撃機が12機、早期警戒管制機が1機、大型の輸送機が1機といった数が確認されています。これはあくまでも衛星写真で確認できたものであり、確認する前にすでに片付けられたものや完全に試算して原型をとどめていないものなどについては数を数えるにもちょっと難しいでしょう。撃破数についてはまだまだ論争の種になりそうですが、ただ空軍基地全体に火の手が上がっていることから大きな被害が出ていることは間違いないでしょう。そのため当初ウクライナ側が発表していた損害額3000億円程度とされていましたが、最新の情報ではウクライナ側は与えた損害額は約1兆円に迫るというような発表をしています。これは攻撃した軍用機だけではなく空軍基地にあった燃料タンクやその他施設、爆発炎上による被害などを換算するとそれぐらいの規模の被害を与えたとしています。このような被害が拡大した理由というのは、そもそもウクライナ軍の小型ドローンが空軍基地の間近までやってくることは想定していなかったというのがまず第一にあります。伝えられているところによると、コンテナの屋根に収蔵されたドローンは空軍基地から約5キロから6キロの距離に止まっており、飛行距離が10キロ程度の能力のあったドローンが使われたとのことです。そのため余裕を持って基地に突入することができたようです。さらに時間帯もウクライナ軍の攻撃が成功した理由となります。従来ウクライナ軍の空軍基地に対する攻撃は飛行機型のドローンで遠くからやってきました。そのため到着時刻に夜であった方が迎撃が難しいだろうと見て、ウクライナ側が時間を考えながら攻撃を行っていました。そのため主には昼には空軍基地に届くことはないだろうと考え、昼はそれほど警戒態勢が強くなかったというのです。また夜に攻撃が来るのであればその時に上空に上がっていればいいとして地上にいた軍用機はいずれも燃料をしっかりと入れた状態だったとのことです。小型ドローンの爆発力は一つ一つでは大したことがありません。しかし燃料を満タンにしているような航空機であれば爆発引火すれば十分に航空機を燃やし尽くすことができます。また油断しているぞという証拠として戦略爆撃機に付けられているタイヤの数に注目している人もいました。こちらの2枚の写真、左側が2023年、右側が今回の攻撃で映像に残っている戦略爆撃機。左の部分は一体何をしているかといえば、人間がドローンを操れない場合において、ドローンが画像情報を元にして敵を選定し突っ込んでいくという機能があります。この際、タイヤをたくさん取り付けているものがあれば、情報としてインプットされている戦略爆撃機と一致しないことから、これは攻撃対象ではないかもなとごまかすことが狙いとなっています。しかし、実際に攻撃に到着してくる
ウクライナ軍の大型ドローンが飛行機型で、もういつ来るか大体わかるぞという場合においては、わざわざこうした画像認識を阻害する必要もなく、到着時刻を計算した上で空軍基地から避難しておくという手があります。そのため、機体に取り付けていたタイヤは、一応形だけつけていますよというぐらいまで数が減っています。こういったところも、どうせ大丈夫だろうなという油断というものがロシア軍側にあったものと見られています。しかし、ウクライナ側が1兆円もの規模の被害を与えたというのですから、ロシア側は蜂の巣をつついたような騒ぎとなっています。まず最初に行われたのが、ウクライナ軍の攻撃がロシア国内で走り回っていた輸送トラックのコンテナから発進していたということもあり、ロシア国境ではトラックに対して全数検査を行うといったことが始まりました。しかし、物流トラックその全てについて中身を調べるとなると、とんでもない手間になります。そのため、国境の町においては大渋滞が発生しています。今回発表された損害額は1兆円へと情報修正されています。それだけウクライナ側が自分たちの攻撃がうまくいったという分析が出たのでしょう。攻撃した軍用機プラスアルファ軍の施設に対する打撃もうまくいったとみて2倍以上の情報修正となりました。ただし、さすがに1兆円と言われると本当かなと首をかしげるわけですが、数千億円レベルであれば、十分に納得できる規模の被害となっています。そもそも破壊されましたよと衛星写真に写っている大型の機体だけでも2000億円ぐらいにはなるんですから、衛星写真で確認されていない被害数についても上乗せすれば、発表されている1兆円の半分の5000億円程度は十分あり得る数字です。そして、ウクライナが攻撃の手法をどんどんと公開しているにも理由があると続報が入っています。ウクライナはまず自分の国である程度のドローンなどを用意した上で、コンテナの屋根の部分にそれら爆発物などを仕込んでいきます。そして書類などをうまくごまかしながらコンテナごとロシア領内へと持ち込んでいきます。あとは一般の荷物同様にして指定の日時場所などに荷物を届けさせる。あとは仕込んだドローンが屋根が開いて空軍基地に向かって飛んでいくというわけです。運んでいた運転手は中身がウクライナ軍ドローンだとは知らなかったものですから、単純にただの仕事として物を運んでいたわけです。このことは当然のように同じようなことが十分再発する危険性があることを示しています。すべての運転手が荷物のその中身について詳細に調べるわけではありません。コンテナの中身について書類を渡されて、何々だな、ちょっと運転にこれは気をつけなければならないな、みたいなところは当然確認するでしょうが、中を開いて隠しているものがないか全部調べた上で荷物を運ぶというわけではないでしょう。そして、すべての貿易に関わるコンテナを調べているかといえば、これもまたちょっと怪しいもので、書類が形式上しっかりとまとまっていれば、見た目上の荷物において何も問題がなければ、コンテナ丸ごと国から国へと越えることは十分あり得るわけです。そして実際にこれがうまくいったから今回の攻撃につながりました。そうした手法を明らかにすることによって、ロシア側に強いているのが、コンテナの全数検査といった凄まじい時間とお金と人手をかけるコスト負担です。映像に出てきたのはそうした全数検査をしなければならなくなったことにより、トラックが大渋滞を起こしている様子でした。従来よりも人も施設も全数検査でみっちりきっちりやろうと思えば、とんでもない時間とお金がかかるようになります。また、こうしたことを強いることによる物流の停滞といったものは、経済的な打撃に当然なります。そして、腐敗国家ロシアらしい問題も浮上していると指摘されています。世界腐敗ランキングにおいて、ロシアは154位と世界の大半の国よりも腐敗している国として知られています。そのような国で全数検査などを行えば、検査官が不正をしないわけがありません。金物ものがあれば紛失する危険性がこれまで以上に高まるだろうといったことが指摘されています。そして、ウクライナがこうした手法を説明したことにより、この検査をいつまでやるのかという話になります。今は警戒しているから検査を非常に厳しく行っているけれども、攻撃してこないなと油断したらまたその時を狙って同じことをすればこれが繰り返し行えるわけです。検査に人とお金を投入し続けるというのはウクライナ側にしてみれば
余計な手間暇をロシア側に強制しているわけですから、自分たちにとっては何の痛みもありません。ですから、はっきりと情報としてみんなに知らせた方が、今後もうまく活用できる可能性があるわけです。ただし、前回の動画でも指摘しましたが、この攻撃手法はどの国においても活用することができます。ドローンの攻撃能力は日進月歩で発展していることを考えれば、日本国内における防衛体制といったものもどんどんと対応していかなければなりません。基地から5キロ、10キロ程度の範囲内からは、どこからでもドローンが飛び上がってきて、そして突撃爆発することがある。今のところ搭載できる火薬量が少ないので、大型の艦艇を一撃で沈めるといったような被害を与えることはできません。しかし、センサー類などをはじめとした非常に高額な装備品などについて破壊される危険性は高いですし、上面走行の弱い戦車や装甲車類などについては一撃で破壊することもできるということは、ウクライナの戦場で何度でも証明されています。そのため対応としてできることは、電波妨害の装置を標準としてどの施設においても備え付けることと、物理的に撃墜する能力のある炸裂型の機関砲弾を備えた自動砲塔を設置したり、これからの話ではありますが、出力を高めたレーザー砲などについても、これからは施設の防衛のために標準的に設置していくといったことも必要でしょう。また、戦闘機類などを守るためにも、攻撃されることを前提とした防御力の高い掩体壕を用意しておくといったことも重要です。こういった実際に起きていることを教訓として日本は防衛体制を整えていくことが重要でしょう。続いて、ヨーロッパの再軍備計画について新しい記事が入っています。日経新聞の記事より、イギリス新国防方針でロシアと戦う用意、弾薬など6工場新設へ。イギリスのスターマー政権は国防の基本方針を発表する。約2900億円を投じて弾薬など軍需品の工場を6つ新設する。冷戦終結後の軍の空洞化に終止符を打ち、ロシアに対して戦う用意を示す。スターマー首相は、ロシアがもたらす脅威を無視できない。我々は備える必要があると強調した。ヒーリー国防相は、これはモスクワへのメッセージだ。軍隊の強化と産業基盤の増強を進め、必要に応じて戦う用意があることを示すと述べた。柱の一つは軍需品の増産だ。工場新設のほか、ミサイルやドローンなど7000発のイギリス製長距離兵器を調達する。イギリスは1989年の東西冷戦終結後、軍需産業の生産基盤が弱まった。コンピューターシミュレーションを使ったイギリス、アメリカ、フランスの2021年の合同演習では、イギリス軍の弾薬が8日間で枯渇。西側諸国の国防関係者に懸念が広がった。さらに、2022年以降にウクライナに武器供与をする中で生産基盤の脆さも浮き彫りになっている。アメリカやオーストラリアとの安全保障協力の枠組み、オーカスの取り組みの一環で、通常兵器搭載型の原子力潜水艦を最大12隻建造することも盛り込む。サイバー攻撃に対応するサイバー電磁司令部を創設する。国防省によると、ロシアなど敵対国からイギリスや国防省に対するサイバー攻撃は過去2年で9万回に達している。核抑止力の増強も打ち出す見通し。イギリスの長年の空洞化のツケは大きい。陸軍は7万人台とナポレオン戦争以降で最小の規模に縮小している。イギリスは国内総生産 GDP に占める国防費の割合を現在の 2.3% から27年に 2.5%、さらに34年までに3% に引き上げる目標を掲げている。ストックホルム国際平和研究所によると、1950年代に 10% を超えた対 GDP 比率は徐々に下がり、冷戦終結を経て2010年代には 1% 台まで低下していた。ロシアのプーチン大統領は一貫して NATO の脅威がどんどんと増大しており、そのためにロシアは自衛戦争の延長線上のような話として、ウクライナを我が国にとって緩衝地帯にしたいみたいな話をするわけです。ところが現実においては、ヨーロッパ各国はむしろ軍縮が続いていて、ロシアに対して脅威はどんどんと下がってきていました。これが事実です。ドイツにおいてはメルケル政権時代において、ドイツ連邦軍は NATO の協力部隊だけが動ける程度の、非常に限られた戦力に縮小していました。イギリスもまたどんどんと予算が少なくなってくる中で、軍隊の規模そのものが小さくなっていったわけです。
国の大きな方針を変えていくというのは時間がかかるものです。ロシアによるウクライナ侵略は国家間の戦争が非常に長期間行われる現在進行形の出来事です。そんなことはきっともうないかもしれないなと思っていたヨーロッパ各国が再軍備に乗り出しています。もはや掛け声だけではなく実際の行動へと移っている段階です。そしてヨーロッパ各国においてはウクライナが一つクッションとなっているわけですが、アジアにおける日本においては当事者にいきなりなる可能性が高いといったことは忘れてはなりません。皆さんは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。